こんにちは、ゆうたび夫婦です。今回は北欧フィンランドの首都ヘルシンキにやってきました。国土の8割が森と湖であることから湖と森の国と呼ばれるフィンランド。フィンランド南部にある首都ヘルシンキは日本からの直行便も出ており、実は日本から一番近いヨーロッパとも言われています。自然に文化、デザインなど多彩な魅力を持つフィンランドを丸3日間堪能してきたので、今回の動画では首都ヘルシンキに滞在した部分をお届けします。この動画を見てフィンランドに行ってみたいと思ってくれる方が一人でもいてくださると嬉しいです。それでは動画スタート。ということで、チェコプラハの旅を終え、次はフィンランド編でございます。で、今ヘルシンキ空港に着きました。今もう10時35分。すぐに電車乗ってヘルシンキ中央駅行かないとね、ホテルプラハの時との物価の差でびっくりするんだろうな、チーンってなりそう高い。ここでフィンランドについての基本情報です。日本との時差は7時間。私たちが行った9月はサマータイムシーズンだったので時差は6時間です。通貨はユーロで、2024年9月時点でのレートは1ユーロ155円。動画内の金額はすべてこちらのレートで計算しています。物価は日本よりも全然高く、体感として日本の2倍くらい高かった印象です。チップの習慣はありません。24時間オープンなんだって。ほんまやな。あ、便利やな、24時間。とりあえずレールウェイステーション。レールウェイステーションから見て、この無機質なコンクリート壁。安藤忠雄建築みたいな、空港からヘルシンキ市内への移動は電車が便利です。チケットを購入します。ヘルシンキでは電車、トラム、バスが主な交通手段ですが、すべて同じ会社が運営しており、乗車チケットは共通となっています。こんな感じで市内中心部から外側に向けて A から D の4つのゾーンに分かれており、移動するゾーンに応じて料金が決まります。市内の主要な観光スポットはゾーン A、ヘルシンキバンター国際空港はゾーン C にあります。またチケットはシングルチケットとデイチケットの2種類があります。シングルチケットは一度購入すれば80分から110分乗り放題になるというもので、デイチケットは24時間乗り放題となります。この日はこれ以外に電車に乗る予定がなかったので、私たちは一旦 ABC ゾーンのシングルチケットを購入しました。終電が心配だったんですけど、意外と深夜0時半頃までありました。フィンランドは改札がなく、チケットを購入したらそのまま乗車できます。よいしょ。進行方向に座っておきたいタイプの人間こんな感じ。自転車も電車に乗れちゃう感じ。多分ここも昼やったらすごい活気づくんやろな。そうじゃない。へえ、面白い。改札なんもないから。こっちでいいかな。これはこっちかな。うわー、ヘルシンキ。ヘルシンキに着いたぜ。フィンランドで宿泊するホテルまで歩いて向かいます。これらが泊まるのはここホテルアーサーでございます。お部屋はこんな感じです。少しベッドは幅が狭いなと感じましたが、ケトルやちょっとした飲み物の用意もあってまずまずなホテルでした。この扇風機が洗濯物を乾かすのに地味に役立ちました。お風呂はシャワーだけでしたが、お湯も出て水圧も問題なかったです。朝食はビュッフェ形式で、野菜もあり料理も美味しくいただけました。はい。ここがヘルシンキ中央駅か。今日はゆうみがすごい行きたい言ってたマリメッコの本社さんに行きたいと思います。そう、ヘルシンキのこの中央駅から15分くらい
なんか調べると電車で15分から20分ぐらいって書いてたかな。行ったとこにあるマリメッコの本社に行って、社食、今日は平日なので社食が空いてるので社食を食べて、ちょっとお買い物アウトレットみたいなのが併設されてるから、そことかでちょっと見たいなと思っております。はい。じゃあヘルシンキ1日目レッツゴー。レッツゴー。地下鉄で1本みたいなからな。本日はたくさん公共交通機関に乗る予定なのでデイチケットを購入しておきます。ちなみにマリメッコ本社は B エリアです。もしかしたらこういうところにもフィンランドデザインが集約されているのかもしれない。ここはそんなに都会じゃないね。都会じゃないね。そのヘルシンキの郊外みたいなところに本社はあるみたいだから、マリメコ本場のさ、発音どんなんだろう。わかんない。あ、ほら見て、マリメコ国旗みたいな。かわいい。風吹かないかな。本社には正規のお店とアウトレットがあります。アウトレットでは B 級品や廃盤品が主に販売されていて、割引価格で購入することができます。割引といえど元値が結構お高いブランドなので、洋服などはアウトレットでも結構お値段はしましたが、小物系は比較的手の届きやすい値段のものが多かったです。マリメイコデザインの布もたくさん販売されてました。ここでは私たちは買わなかったのですが、テーブルクロス用に記念にウニコ柄の布が欲しくなり、別の正規店で購入しちゃいました。すぐ隣にある正規店では最新のアイテムをチェックできます。お買い物が済んだところで社食でランチをいただきます。マリメッコのスカート入ってる。マリトリー。はい、マリメッコ食堂。いただきます。見て、可愛くない？食器が全部マリメッコ。ちょっとトナカイなんじゃないかと思ってんだけど違うかな。うまい。トナカイじゃないかな。牛じゃない。これ何？さつまいもはわかんねんけどさ。マリメッコの社員さんたちはマリメッコに囲まれた生活をしてんのに。服もマリメッコ。ショッピング悩みに悩んで1時間半ぐらいがおったな、ね、いつも全然悩まない私たちがめっちゃ悩みましたな。ごちそうさまでした。じゃじゃーん、ヘルシンキ大聖堂。すごい。でも上の方が工事されてる。絵がついてるね。そう、このねヘルシンキ大聖堂は、その左右対称が美しいとされてるネオクラシカル様式の教会らしくて、そのシンメトリー、左右対称っていうのと直線の美しさを追求した設計になってるらしいよ。まあ確かに。もともとはヘルシンキ大聖堂って呼ばれてなかったんやって。あ、そうなんだ。そう、もともとはニコライ教会って呼ばれたらしい。ニコライ教会かなって呼ばれたらしいよ。ヘルシンキ大聖堂は無料で中を見学することができます。中は白を基調としたとてもシンプルな作りでした。ヘルシンキ大聖堂の周りには美術館やおしゃれなカフェ、小物店などが点在していて、買い物も楽しめます。ラプアンカンクリというフィンランド創業のテキスタイルメーカー。天然素材にこだわった可愛くておしゃれなアイテムがたくさんあるのでおすすめです。
おお、港に出てきました。あ、ちょっと私ここでさ、平たい桃食べたいって。なんで？平たい桃。平たいものって何？平たい桃。そう、実はチェコにもあったんだけど。こちらのマーケット広場は港沿いで開催されているマーケットです。新鮮なフルーツや野菜などの量り売りのほか、フード屋台などもあります。Hello, Japan. こんにちは。あ、これ。無事平たい桃を見つけたので購入できました。平たい桃手に入れ。平たい桃を手に入れた。それはどうして食べるんだ？皮ごと食べれますって言ってた。 YouTube で見た気が。細かい。オールドマーケットホールかな。なんだこれ。うわ、すごい。何ここ。本当にオールドマーケット。オールドマーケットホールは1889年から営業するフィンランド最古の屋内マーケット。魚やお肉、チーズなどを中心に飲食店やお土産店なども入っていて、一日中にぎわっているマーケットです。はい、ということで時刻は3時過ぎぐらい。4時からフィンランドといえばサウナ。これが俺このハネムーンで一番楽しみにしていたかもしれない。なのでこの2時間のサウナをしていきたいと思います。はい、今からサウナの場所に行きたいと思います。はい、じゃあね。あー、すごい。サウナ、フィンランドサウナ。最新のフィンランドサウナが体験できるロウリュにやってきました。サウナ発祥の国フィンランド。ヘルシンキには1年を通して観光客が利用することができるサウナ施設が点在しています。中でもここロウリュは伝統的なスモーク式と薪ストーブ式の2つのサウナを楽しむことができ、内装もおしゃれなサウナで大変人気です。予約で埋まってしまうことがほとんどなので、なるべく早めに事前予約をしていくことをお勧めします。Do you want it with ice? No. No ice? Okay. フィンランド流サウナ入りながら酒。冷たい。すごいみんな。もう一回行った方がいいよ。行けた。暑いの？体を冷ました後は休憩タイム。休憩スペースもたくさんあって、何よりバルト海を見ながら整えるのが最高でした。ここのサウナはレストランが隣接しているので、そのまま夜ご飯をここで食べることにしました。僕がハンバーガー約4000円のサーモンスープ。泉がずっと食べたいとサーモンスープ。絶対美味しいもん。はいはいはい。いただきます。うわ、サーモンシチューだね。シチューにサーモン入れようかな。夢叶った。もうずっと食べたかったからサーモンスープ。
いやーサウナ最高やったな、マジで。でもぶっちゃけていいですか、確かにバルト海に飛び込むとかそういうの良かったんやけどさ、一サウナーとして言いたいのは、整うまでの動線が整ってなかったサウナはな動線なんや。サウナに入る前に水風呂に行く前にも、整えスペースがここで水風呂がここでサウナがここ3点の距離、この位置関係をまず把握するんよ、サウナに入る前に。サウナから出てきて水風呂どこやとか探してるようじゃダメ。その距離が短ければ短いほどいい。ここは結構距離長い。まあ長かったね。まあ、よかったんやけど本場やなーって感じやってんけど、こっちの人もめっちゃロウリュするな。めっちゃ暑かった。ぐら暑いを通り越して痛かったからね。一体感いいな、かけていいみたいな、もらおうけみたいな、ああオフカウスみたいなでかけた後みんなで、日本ってさ基本的にサウナ喋っちゃダメじゃん、だうんけどこっちはもうペチョペチョ喋るからさ、なそういうとこがちょっと違うとこかも。あとおもろいなって思ったのが日本人めっちゃ多い。何回かサウナの中日本人だけになるみたいな瞬間がオンリージャパンインサウナの時やったからそれがめっちゃおもろかった。やっぱ日本人はサウナが好きだということがよくわかる。もうなんかごちそうさまです。さあお風呂も入ったし整ったし今日はもうぐっすりや。明日早いからね。そやな、明日はタンペレ。じゃあね。フィンランド2日目タンペレ編はまた次回の動画でお届けします。タンペレはヘルシンキから特急列車で約2時間ほど北上したところにある町で、フィンランド第2の都市とも言われています。ムーミン美術館をはじめとし、駅周辺には可愛らしいお店や施設が多く、とても素敵な街だったので、次回の動画でたっぷりお届けします。お楽しみに。戻ってきたヘルシンキ。もうなんか実家に帰ってきたみたいな感じ。ヘルシンキが一回ホテル戻ってヘルシンキ駅周辺のムーミンショップに行こうぜ。ムーミンショップ、ムーミンショップで今日ムーミンの日だね。そうやでヘルシンキ中央駅から徒歩5分のところにあるムーミンショップにやってきました。ヘルシンキにはムーミンショップが数店舗あるのですが、ここラシパラツィ店の店内はムーミンの第一作、小さなトロールと大きな洪水をイメージした内装となっています。ムーミングッズもたくさん売っていて、駅からも近いのでお土産購入におすすめです。ヘルシンキ現代美術館でございます。ヘルシンキ中央駅から徒歩5分ぐらい。入館料はだいたい大人20ユーロぐらいなのかな。結構するね。らしいよ。まあ僕らはあんまり美術品に興味がないので行かないですけどまあ美術品に興味がある方は行ってみてください。こちらに見える大きな建物がヘルシンキ中央図書館オーディでございます。これ図書館だよ。やばくない？なフィンランドの独立100周年記念事業として2018年にオープンしたらしいよ。よくわからんけどパブリックライブラリー・オブ・ザ・イヤーを受賞しているらしいよ。建物は3階建てで約10万冊もの本があります。本だけでなくボードゲームやチェスなどもあり、自由に使うことができます。設備だけでなくこの図書館がすごいのはデザイン性の高さ。さすがはフィンランドといった感じで、家具から何から全ておしゃれです。カフェも併設されています。最高。すごい。図書館から出てきまして、すごかった。
羨ましい、あんな図書館がな、日常的に使えるこの環境が。ほぼ無料やからな。ね、会議してる人もいたしさ、うん学校の課題やってるんだろうなみたいな人もいたし、あんなんはな、家の近くあったらさ、俺ら編集作業ずっと行っちゃうよな。毎日通っちゃうよね。な、結構デザイン性のあるいろんなものとかも見れたし、うん、みんな行ってみてください。楽しい。無料だしね。そうそう。もう北欧最大級のデパートだしよ。そうなんだ。うん。ここはね、観光客に対して10% 割引のクーポンをもらうことができる。どこでもらえるんだろう。わかんない。結構ね、観光客はみんな来るらしいよ。大体の人。10% 割引は8階にあるサービスポイントでもらえます。ただし食品売り場ではこの割引は適用されないので注意してください。マリメッコやイッタラなどのフィンランドを代表するブランドもここでこの 10% 割引を利用すればお得にゲットできちゃいます。夜ご飯の時間になったのでこちらのレストランにやってきました。ヘルシンキ中央駅から徒歩5分ほどのところにあるレストラン。フィンランドでは飲食店もお店が閉まるのが結構早いんですけど、こちらのお店は夜遅くまで開いています。店内は薄暗い感じですが装飾がとても凝っていて素敵な雰囲気のお店です。入り口からは想像できないほど人気店や。めっちゃ活気あるね。あ、シャントゥー。これなんかフィンランドの瓶で、なんかクマの絵柄が描いてるやつらしくて、さっきデパートにも売ってた。あ、うまい。あ、うまいうまい。美味しいやろ。全然変な癖ないし。いや、これグビグビいける。美味しい。あんま苦味は強くないから。フィンランド来て初めてのビール。そう。嬉しい。チェコではバカバカ飲んでたけど。安かったからな。そう。やっぱ物価が全然、これだって1杯いくらよ。1000円超えてるよ。1100円。高すぎる。ちょびちょび飲もう。マミーミートボールみたいな。マミーミートボールと、私は2日連続サーモンスープ。どんだけ好きやねん。もうなんか好きであること確定してたからさ、これに関しては。ずっと言ってたもんな。日本でも作ろうと思ってる。あ、昨日とちょっとまた違う。違う？これ結構ハーブがめっちゃ効いてる。美味しそうやん。こっちに移して食べるもんだと思うよ。そんなお玉みたいなんで食べるもんじゃないと思う。そうだね。こんな感じ。いただきます。なんか言ってよ。はっきり言おう。ハンバーグ。このソースは何ソースなの？すっごい濃厚で、味は濃い。胡椒なんかな、ピリッとする。で、結構多い。マッシュポテトをこのソースにつけると絶対うまい。一緒に食べたい。サーモンスープがさ、このサーモンだけじゃなくてじゃがいもとかもいっぱい入ってるから、割とお腹いっぱいになるよ。そうそなんかスープと言いつつしっかり主食になってるみたいな感じはするな。パンはデフォルトでついてくるみたいです。そう、ライ麦パン。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。フィンランド料理とても美味しいです。満足。ちょっとガヤガヤしてるけど、それがまたいい。いい感じよな。まだ安い方なんじゃないかなと思う。まだ安い方だと思うよ。ディナーにしてはね。おすすめです。ヘルシンキ最終日は朝一ハカニエミマーケットホールっていう市場に行きます。2階建てのねマーケットで、1階は今まで行ったみたいなご飯とかが売ってるんだけど、2階は結構雑貨屋さんがあるらしいから、今日も1日乗車券を買ってトラムを乗り継ぎそう、ちょっと足を痛めたいと思います。このハネムーンで約1週間毎日2万歩ぐらい歩いてる。足が棒です。足棒なの。膝が痛いです。
レンガ造りの建物が特徴的なハカニエミマーケット。L 字型の建物となっています。なんか綺麗だね、ここのマーケット。綺麗やな。1階は食品が中心。サーモンにチーズなど美味しそうなものがたくさん並んでいます。すごっ。ガリガリ。わあ、美味しそう。雑貨が中心の2階はこんな感じです。平日は一部だけやね。平日だったということもあり、空いていないお店も多かったのですが、手作りのものからお土産になりそうな商品までいろいろ並んでいて、とても面白かったです。次はサウナグッズを見にヘルシンキ大聖堂近くのこちらのお店に移動してきました。サウナハットをはじめとし、たくさんのサウナグッズが売っているので、サウナ好きにはおすすめのお店です。うわ、見てほら、ローリーのああ、持ってみて。これ一家に一台ローリーなのかな。それお尻に引くやつかな。サウナベンチタオル。え、かわいい。ちょっとな、サウナハット置いてきちゃった。そうや、ユーミンサウナハット忘れてきたよな。サウナハット置いてきちゃったんだよ。私日本。私ラブ日本でし私ラブ日本か。買っちゃった。ょ。サウナマット、ムーミンのサウナマットをそう。あと自分へのお土産。6000円します。これを使うたんびにうんフィンランドにユーミンと行ったなっていうのをあそうね思い出せるって意味でいいと思います。うん、いや、いい買い物だと思うよ。後悔なし。うん、行ったらフィンランドにあるガラスメーカーって言ったらいいのかな。じゃあガラスの昔からある食器みたいなあ、のそうそうそう。が売ってる。こちらのお店はイッタラとアラビアのコーナーに売り場が分かれていて、それぞれのカラーを各売り場で体感しながらお買い物を楽しむことができます。あとお土産買いました。イエイ。じゃあマーケット行こうぜ。うん、暑いな。暑い、今日は暑いわ。あー、美味しそう。サーモン焼いたの食べるのは初か。うん、焼いたのは初めてだ。はいはい。いただきます。もうすんごいハーブが効いてて、やっぱりすごい塩っ気が強い。ああ、鮭のうん、美味しい。美味しい。うん、ハーブがいいね。美味しい。フライ。うん、美味しい。うまい。なんかおつまみとかに。ああ、そうね。一人一は無理やね。こっちの人はさ、てんこ盛りに入れてくれるよね。うん、嬉しいこと。そうそう。意外と日本はさ、結構測るじゃん。そう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 。もう適当になんか乗せれるだけ乗せちゃえみたいな感じやんか。確か高いっちゃ高いけどさ、円安によって。でもまあこういうのを2人で1つ分けたらいいかな。そうで、フィンランドは結構シェアしても全然な何も言われない。日本のサーモンよりフィンランドのサーモンの方が。あんた普段日本でサーモン食べへん。100円寿司とか行ってもさ、サーモン頼まんやん、俺ら2人とも。頼まない。なんかこう生の時に結構こっちは塩っ気が強いから、それが好きだった。一つ要望を足すとしたら、サラダ持ってくれるのはいいんだけど、ドレッシングつけてほしい。ホテルの朝食もドレッシング。そう、ドレッシング、てかどこもなかったよ。チェコもなかったし。な。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまです。2人で1つでいい。これはお腹いっぱいや。この度さ、天気に恵まれすぎ。いや、本当に毎日こんな感じの天気だったね。雲一つないやん、ね、今日も。ヘルシンキラストスポットは
テンペリアウキオ教会です。ケンペリアウキオ教会。そう、天然の小さな岩山をくり抜いて作られた教会らしいよ。そうだよね、これだよね。そうだってこれ岩じゃん。これが教会なんや。天然の小さな岩山をくり抜いて作られたテンペリアウキオ教会。ここではコンサートも開催されており、岩壁ならではの独特の反響音を楽しむことができます。岩の壁との間にはガラスが設置されていて、自然光が取り込めるような設計となっています。で最後にテンペリアウキオ教会に行ってきましたが、中自体はすごい素敵なところなんだけど、入場料が高い。かかると思ってなかった。てか教会で取られたの初じゃない？教会基本的に無料で入れたんだけど、今までここは初めてちょっとお金がかかって、1人8ユーロかかったので、1人1200円くらい。ビール1杯飲めんで、ちなみに本当に侵入するだけで8円ちょっと高いですここは。まあね、記念に一生ね、に一度来るか来ないかやから。まあいいんじゃないでしょうか。はい、じゃあな、ヘルシンキよ。バイバーイ。ヘルシンキバンター空港やったっけ、バンター国際空港に着いて、あとは帰るだけです。税金の処理もして、2人合わせて8000円くらい返ってきたから、ぜひ免税たくさんお買い物した時は免税の手続きをした方がお得です。特にフィンランドは。はい、ということで日本帰ります5泊7日チェコからのフィンランド。帰りたい？まだ帰りたくないな、私は。まあ結構もう足が棒なんだけど。そう、ちょっと帰りたい温泉に浸かりたい。足が棒です。そう実はその日本食が恋しくなるかなと思って味噌汁持ってきてたんだけど、結局恋しくならず、どっちもご飯が美味しくて治安も良くて、ヨーロッパに治安が不安で行けないみたいな人にすごいおすすめの2カ国。そうやなマジでそう、はい、まあちょっとフィンランドは高いけど、物価は高いけどね、チェコは安いから、まあ、安いって言っても日本よりちょこっと高いぐらい、 1.1 倍2倍ぐらいかな。なんで皆さんもぜひヨーロッパ旅行行ってみてください。行ってみてください。羽もう終わった。はい、じゃあ以上、バイバイ。この動画を見て少しでもフィンランドに行きたくなったという方は、ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。